はい、おはようございます。マスターです。ビキビキビキースで、これ完全に解散したグループですけれどもですね、しかも人のパクリなんでですね、裁判されたら一発で負けます。はい、そんな感じでですね、今日も始めていきたいと思います。いつもですね、ブログ、メルマガ、ビデオですね、見てくださって本当にありがとうございます。さて、今日はですね、久しぶりのビデオということでですね、お話をしたいと思いますけれども、この前ですね、これ今僕の家なんですけども、このホワイトボードとかがあってですね、向こう、こっちにあったんですけど、今こっちにあったんですけれども、こっちに出させてですね、こっちに窓があるんですけれども、見えてると思いますけれども、風がですね、すごく強くて、ホワイトボードがめちゃめちゃ飛んでくるんで、こっちに移動させたんですけれども、これ僕の家なんですけれども、今事務所兼、家で使わせてもらってるんですけれども、お手伝いさんがですね、この前まで来てくださっててですね、で、なんか用事があってですね、この半年間ぐらいですかね、半年間ぐらい来ていただいててですね、この前、なんか、実家の仕事を継がなければいけませんとかって言われてですね、辞められたらしいんです。辞められたらしいというか、辞めたんですけれども、その時にですね、新しいですね、なんていうんですか、お手伝いさんを探す時のですね、ちょっと話をしたいと思うんですけれども、今日はですね、なんでこの話をですね、するのかといえばですね、とても簡単ですね。本来ですね、あなたが扱っているサービスとか商品がですね、なぜお客が来てくれないのかって話をしたかったんですね。で、みんなあなたもそうですけれども、こう思わないでしょうかね。僕も整体やってる時が、ガンガンやってる時そうでしたけれども、うちにですね、1回来てもらったら、もうそれはめちゃめちゃ気に入ってもらえるんですけどねっていう人が結構多いんですね。で、みんなそう言うじゃないですか。うちはですね、例えばうちの、髪の毛はですね、1回切ってもらったらですね、すごいんですよとか、うちのですね、サービスは1回体験してもらったらですね、もう絶対一生続けてもらえるんですけどね、という人結構いますよね。あなたももしかしてそうかもしれません。で、お手伝いさんがですね、やめてですね、僕いろいろこう、家事代行とかですね、家政婦とかでいろいろ調べてたんですけども、なかなかですね、わからないですよね。いっぱい出てくるんでですね。でもですね、ある一件のところだけですね、すごい特徴的なところがあったんですね。で、それがですね、次の文章だったんですけれども、1回ですね、3時間お試しであなたの部屋を掃除させてください。この広告がですね、僕が飛び込んできた瞬間に速攻ですね、クリックしてですね、申し込みました。で、他のところもですね、安さとかですね、綺麗さとかで歌ってるんですけれども、でも実際にこのサービスとか商品とか、例えば食べ物とかって言ったら、食べてみるまでわからないですよね。絶対美味しいですと、めちゃくちゃ楽しいですとかって言われたらもう買うまでわからない。だったら顧客に買わせやすくさせないといけないですよね。買っていただくためにもっと簡単にイージーバイしてもらうためにですね、バイアウトしてもらうためにですね、お試しをですね作ったらどうかなと思ったんですね。で、これですね、ダイレクトマーケティングとかですね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうものをですね、勉強されている方、もしくはですね、マーケティングを勉強されている方であればですね、ものすごくですね、知っていることだと思いますけれども、このですね、お試しがなぜ大事なのか。これをですね、大事だと思ってない人たちが結構いるんですね。とりあえず安くしたらいいんでしょ、安くしてお試しさせたらそんでいいんでしょって考えている人がいるんですけども、大きな間違いです。なぜそれが間違いなのかといえばですね、要するに顧客というところの目線からいくとですね、試して、例えば安くても高くても何でも試して、試した結果、続き買うかどうか、とてもこれが慎重になるところじゃないですか。でも売り手側はですね、そういう意識で売ってないんですね。とりあえず安くすればいいんでしょみたいな、とりあえず半額にしておけばいいんでしょみたいな感じでですね、軽く売り出してしまうんですけれども、もう少し、もうあと1ミリ2ミリですね、顧客の気持ちに近づいて考えるとですね、どういうもので不安で買えないのか、なぜ顧客がお試しをしてくれないのかですね、ここを考えると、このフロントエンドお試しのところでものすごくですね、いいですね、買い物をしてくれるんだと思います。で、僕のお手伝いさんの話に戻りますけれども、その探してる時にお手伝いさんのですね、家事代行のお試しが3時間だけつくというところでですね、いろいろやってもらったんですね。で、まずですね、このどういう間取りになっててですね、どういう風になってるかということを調べてもらってですね、じゃあこれぐらいなら3時間ぐらいで終わりますよと、お皿洗って、窓拭いてもらって、床拭いてもらって、掃除機してもらって、洗濯もやってもらってとかっていろいろやってもらうと、大体3時間ぐらいあれば十分ですね。
分かりました、じゃあ1回やってみてくださいって言って、ほんで僕出かけたんですね。で出かけて、2時間半か3時間ぐらいして帰ってきたらですね、もう家がもう全くと言ってほどすごいもう、キラ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 になるって言わないですね、ピカピカになってたんですね。はい、ものすごく綺麗になってました。驚くほどに。前のお手伝いさんは一体何だったんだと思うのものがですね、お試しで手に入ったんですね。もう僕の行動範囲、僕のですね、もう判断というか、僕はですね、どういう判断に至ったかですね、もうこれあなたもご存知だと思いますけども、これ買いました。定期購読をしました、お手伝いさんの。で、ですね、この話で大事なことはですね、まずはあなたのサービスにお試しをつけて顧客を満足させて安心させろということなんですね。それをさせないと続きのバックエンドとか本ちゃんの購買商品っていうのは売れないですし、買ってもらえないですね。顧客に安心をしてもらえない、信頼をしてもらえないんで、全然次に行けないですね。このお試しとかフロントエンドというものをですね、甘く見てはいけません。このフロントエンドさえうまくいけば、バックエンドはすんなり売れるはずです。ただし、あなたの商品とかサービスがそのフロントエンドの時に最高だとお客様を促せることができれば、これは最高ですね。僕はまさにその状態でした。お手伝いさんを読んでお試ししてもらって綺麗になりました。で、定期でやります。しかも値段は前の金額とほぼ一緒の金額でこんなにも綺麗にしてもらえたということでですね、もう有無も言わずに契約をしてしまいました。もしあなたがですね、今お試しとかフロントエンドというものをつけていなければ、必ずフロントエンドとかお試しをつけてですね、顧客を安心して信頼させてください。その信頼させた時にですね、次どうされますかっていう、もう間髪入れずにですね、顧客に促進をしてみてください。そのことによってですね、あなたの商品とかサービスっていうのはですね、お客さんから立ち広がれることなくですね、要するにですね、慎重にですねなっている顧客からですね、すんなり買ってもらうことができると思います。少なくともいきなり何十万とか何万とかで請求するよりも、フロントエンドから請求した方が僕はですね、いいんだと思います。ぜひですね、このお試しとかフロントエンドでですね、施策っていうのを考えてみてはどうかなと思います。そんな感じで、次回もですね、このですね、商品とかサービスを顧客に数多く買ってもらって安心して買ってもらって次の請求をするっていうですね、お話をしていきたいと思いますんで、ぜひですね楽しみにしていてください。そんな感じで、今日は少し長くなりましたけれども、これで終わっておきたいと思います。またですね次回お会いしましょう。さよなら。